一番安心のこの婦人で X はこう開放感ありますよね。みんなアタックしては虫けらだって言われてる。ゲーム業界人生でもう失敗したらいらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。なんか今なんだろう、カフェと称する割には水だけという寒々しいカフェなんですけど、今後フードのメニューとかドリンクのメニュー充実させたらしないんですか？確かにドリンクメニューは、普段会社だといろいろと種類はあるんですよ。ああ、なるほど。普段はオフィスでこの配信をされてる。そうです。なるほど。そこでこう頼んでこう置くっていうそういう。そこまで細かくやってない。はい。でもちょっとなんかやっぱり横尾さんと話したらそういうことちゃんとせなあかんのかなと思って。いや。カメラさんコーヒーとか飲まれます？こういうの見ます。コーヒー入れるのにこだわる人いるじゃないですか。豆から。あ、そうですね。うちの妻とかすごい時間かけてコーヒー入れてるんですけど、毎朝やってるんですけど、そういうなんか神谷さんがコーヒーを入れてじっくりお話を聞きましょうかみたいな、ちょっとジェントルな感じを出した方が採用の役に立つんじゃないですか。設定的にはマスターの僕ですね、それはやるの。じゃあ神谷さん何するんですか？僕はただダベリに来てる常連常連入りづらいわ、そのカフェこの常連がいるカフェ俺は絶対入らないもう絶対。いや、カウンターの一番隅にいるんですよね、きっと。主みたいな。嫌すぎるジェラードの YouTube でそういうのがありましたね。なんかカフェ開いたらなんか外れの常連がついたみたいな。ああ、なるほど。でもこのカフェも一応大盛況じゃないですけど、一応もうちゃんと毎月基本は社内の皆さんでやってるんですか、これ。そうです。だからこれは多分我々のそのカフェの動画市場の桁違いの再生数を多分叩き出すだろうなって。いやそもそも今日日本飛び出してますもんね。そうですね。ここ日本じゃないんで、出張版の韓国支店ね。そうですよね。この画角の中に韓国らしさゼロです。言わないと分かんないですけど。分かんないですけど、今我々韓国の空気吸ってるんで。そうですよね。ちょっと韓国支店ちょっとメニューが少なすぎて申し訳なかった。そうです。渋い水3万円ぼったくり。しかもぼったくり。今後ちょっといろんなところで出張して充実させていかないとなって。番組は最終的にどうなっていくんですか？このなんかどうなっていくんでしょうね。僕が極度の人見知りなんで、ゲストを呼ぶのを渋るんですよ。個人の YouTube でもあれも絶対に人を呼ばないんで、一人でこそこそやるんで、今度はだからもう本当特例です。この2人は僕は面識が多い方なんで、ちょっと心落ち着いていられる。神谷さん本当人見知りしますよね。そうなんです。今韓国にいるんですけど、神谷さんが韓国一人で来るの嫌だから俺がいるっていう本当にそれで呼ばれてきてますから、もう意味が分かんないと思って。業界に僕友達いないんで、一番近しい横尾さん55でしたっけ俺たち。55になってこんな人見知りすると思って横尾さんに来ていただいて、じゃあさばきは林さんにやっていただいて一番安心のこの婦人でしかもだって神谷さんたち今日来たじゃないですか。で明日10時から公演あるじゃないですか。公演あるんですよ。で11時に終わるじゃないですか。で11時半にはもうタクシー乗って空港行くんですよね。そんなスケジュールあります？ちょっと僕が早く帰りたい。それを聞いてびっくりしました。僕もだから明日一応視察するんですけど、もう1時間半ランニングするつもりですので。小山さんは公演は見ないんですよね。公演僕見ない。今回そもそも神谷さん韓国に何しに来たんですか？公演に来たんです。公演してくれって言われたから。してくれって言われて、で一人じゃ嫌だ。でじゃあ誰か呼びましょうかってなって、僕声かけられるのも横尾さんしかいない。本当にありがとう。いや僕はお呼ばれしたら来ちゃうタイプなんで来ちゃいますけどね。横尾さんがいないと僕死んじゃうんで。だから業界の飲み会とかあるんですけど、横尾さんがいないかをすごく異常に僕気にする。でも神谷さんと何回か飲ませていただい
てね、さっきもタクシーの中で友達なんですかって言われて、55で友達っていうニュアンスもだと思って、よく飲む友達ですかねみたいな話させていただきましたね。でも差しはならないんですよね。やっぱり神谷さんはそうなんです。僕と1対1だとまだ緊張するとか言ってももう意味がわからないですけども、まず呼び出すのが緊張しますそうよ。俺も積極的にそれしようという気持ちは特になってないので別になくていいと思うんですけど、だから共通の知り合いにちょっと横浜さんと飲みたいからちょっと一緒に誘って飲もうって言って。神谷さんって一番有名なのが X での立ち振る舞いじゃないですか。で、X での立ち振る舞いと神谷さんの普段の仕事場での神谷さんという人間像と、この人見知りしまくるこの人物像の3つがものすごい乖離してますよね。なんか、そうですね。そう普通じゃないなって思います。X はこう開放感ありますよね。開放感なんか神谷さん X はなんか本当なりたいんじゃないけど、なんかそんなこと言ってありませんでしたっけ？なんか言ったことあるね。ありますよね、できない自分というか。でもあれはあれで神谷さんのパーソナルなところだから、そこにそぐわない人はどんどんオミットしていくってことなんですよね。そうですそうです。そうですよ、そういうことなんですよね。だからいい人だけ残してくる。だからちゃんとマナーを守ってくれれば問題ないけれども、神谷さんマナーを守れない人はお断りですよっていう場所なんですよね。ルールなんですよ。でもそれも普通わかんないですからね。なかなかね。おおむね話しかけたら大体ブロックですから話しかけないのが賢明だと思います。すごいわ。でもすごいみんなアタックしては虫けらだって言われてブロックされるってすごいなと思って。そうですね。いやでも僕はあれ神谷さんの存在は僕頼もしいなと思って見てて、やっぱりそのゲームクリエイターで、お客様商売をやってると、いろんな方が来る、変な方も含めていろんな方が来て、やっぱりこうめちゃくちゃなこと言ってくる人とか結構いるんですね。それはそれで理不尽なこと言ってくる人がでやっぱりただお客様相手の話なんで、そめちゃくちゃな返しはできないんですけれども、神谷さんは返すじゃないですかこの虫けらがみたいな。やっぱり普通の人の中にめちゃくちゃ言ってくる人がいるように、ゲームクリエイターの中にもこういうエッジの効いた人がいるんだぞっていう、なんか恐怖感を与えとく方が世の中のためになると思いました。でもそうなんですよ。本当になんか物言わぬサンドバッグだと思ってる人が多いんで、だから唐突にこっちがパンチ出すと面食らうんですよね。そうですね。だから神谷さんの存在は僕はそのゲーム業界の同じ仲間としてすごい頼もしいなと思うんですけれども、同じ会社の同僚としてはしんどいだろうなと思います。責任預かる社長としては。そうですね。そうですよね。僕もよくクローバーズとかの志望してこう受けに来てくれる人とかよく来るなと思いますもんね。X を見て見てくるんだって。でもさっき話があるようにやっぱ X と普段とはやっぱりそこも違うかなっていうのもやっぱりあるんで、それやっぱ言っとかないとね。我々はこういう神谷さんと X の神谷さんは知ってるじゃないですか。でも社内で仕事を通常モードでしてる時の神谷さんは私は知らないわけですよね。横さんは知ってるかもしれないですけれども。いや僕も実際お仕事はしてないので、なんか遠くで神谷さんが指示出してるなってのを見たことがあるんですけれど、なんか静かですね。なんかいわゆる乱暴にこれ違うわみたいなことを言ってなくて、なんかボソボソ言ってる。なんかネクラなオタクが文句を言ってるみたいな音感の喋り方をされますね。っていう印象なんです。そうですね。ネクラなオタクがフィギュアを触って喜んでるか、ネクラなオタクがボソボソ喋って文句を言ってるの2つのモードを繰り返してました。俺が見てる神谷さんは。神谷さん的には一番ナチュラルなのはどこの時間帯の神谷さんなんですか？でもオフィスですかね、やっぱりね。僕もそうなんじゃないかなと思います。この間もちょっと桜井さんと話したんですけど、あの人もフリーランスでっていうか一人でやっていて、その作品作るために人を集めてっていう。僕はやっぱ気心知れた仲間じゃないと仕事もちょっとしんどいなっていうのがあるんで、やっぱり助けてもらって、あと会話を楽しんでっていう。だからやっぱりオフィスが一番楽しいですかね。そういう意味では横尾さんも職場というか仕事するシチュエーションって作品によって変わるタイプ、変わりますよ。僕いろんな方といろんなお仕事をしてますね。それすごいよね。やっぱり仲間作りが上手な方とそうでない人がいて、僕は明らかに後者なんですよね。なんか多分人間性が歪んでるんだと思うんですけど、人と仲良くあんまできないんですよね。
だからそこら辺のなんかこう仲間づくりみたいなものはゲーム業界人生でもう失敗したなと思ってて、神谷さんとかちゃんと会社を作られてる方は羨ましいなって思います。居場所があって普通に。肩から見る分には横尾さんすごくうまくやられてるって言い方するとちょっと生意気。いや普通になんかこうそういうものがない人間はそういうすごい上っ面を整えて頑張ってるぞっていう感じを出すんですよね、愚かだから。でも確かに僕も横尾さんの仕事してる横尾さんは知らないですね。そのプラチナで同じ空間にいたことはあります。そうですね。仕事してる僕すごい感じ悪いんですよね。本当感じ悪い。自分でも感じ悪いなと思いますもん。でも一緒に飲んでる場とかだとものすごく気使ってくださるんです。飲みの場はまあお酒の場ですからね。まあ、だから仕事場にお酒があったら感じいいんじゃないですかね、これ。飲んでるから。なるほど。そういうことではないでしょうか。職場飲酒肯定説。そうですね。ここに根拠がまた出てきました。それでいいものができるんだったらいいかもしれない。いやできないです。そう絶対できないです。そうですよね。結局そこまでですよね。アウトプット大事なんでね。こんなところですかね。はい。いや長らくありがとうございました。ありがとうございました。わざわざ韓国まで来ていただいて、はい、ありがとうございました。こういう話で大体いいんですか？これは。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったです。はい、助かりました。このなんかカフェ四つ葉でしたっけ？フォーリーフ。昭和っぽいですね、その名前が。カフェフォーリーフは本店は大阪であるんです。本店は大阪にあります。もしよかったら本店の方にもね。ぜひ大阪いつか行ってみたいです。行くと神谷さんの料理が食べられるかもしれない。そうですね。いや何が食べたいか、その場で神谷さんに伝えるパターンがいいな。いちじくのパウンドケーキを。いちじくのパウンドケーキ。やべえ。何時間かかるか。難易度高そう。俺の予想だと。最高にうまくいってイチジクのチヂミが出てくる気がした素材をなんとか工夫した結果イチジクのチヂミになってこれでどないやみたいな、そういうことが答えの気がした。それこそ蜂蜜つけて食べたら美味しそう。そうですね。はい。確かにね、神谷さんがスイーツを振る舞うとかでもいいですよね。そうですね。スイーツは俺が思うにスイーツは結構リカバーが効かない料理だから、確かに難易度高いんですよね。そうです、難しいですよね。なんか話広げたらあれですけど、スイーツと料理は僕も違うなってすごく思います。僕スイーツを作れない。難易度高いんですよ、スイーツは。そうですね。はい。でもナポリタンとか食べたいかもしれないですね。昔ながらのカフェの感じで。なかなかいいとこつきますね。いいですよね。ナポリタンぐらいだったらね。この舐め切ってる感じがもたらす結末が知りたい。知りたいですよね。ナポリタンならいけます。会社に IH 持ってくるんで。じゃあナポリタンで。こんな言ったら練習してくるいや、それはダメですよ。当日メニュー決めて当日伝えるやつにしましょう。わかりました。はい、ぜひ。じゃあぜひまた1年後ぐらいに。次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。3万円ぼったくり。今回はね、スペシャルゲストに来ていただいて、僕からするともうゲストがちょっとすごすぎて、お二人とも。はい。そのお二人のうちの一人が、今実はフレーム外にいるんですけど。すごい。います。いるんですよ。楽しかったです。どうもありがとうございました。こちらこそ本当ありがとうございました。プラチナじゃないや。クローバーです。カフェさんやんちゃぶりで堪能してきました。ぜひまた大阪にも。そうですね。ぜひぜひ。はい、ぜひ本店の方にも大阪の本店の方にぜひ来ていただければなと思います。というわけで、韓国出張版ということで、はい、また次回もお楽しみにしてください。